この動画では、フロックブルーシステムを構築する際に、どのように設定を行うのか、その設定方法について説明します。フロックブルーの設定方法について、簡単に説明します。フロックブルーの設定には、このようなタブレット用のアプリである、プロジェクトアプリを使用します。このフロックデバイスは、入力と出力が2つずつ接続できるモデルで、このように、2つのスイッチと照明に接続しています。それでは、アプリの設定画面を見ていきましょう。このように、入力、インと出力、アウトが2つずつあります。1つ目の入力は、上のスイッチです。ここに任意の Bluetooth メッセージ名を設定します。ここでは、キッチン照明とします。出力の方にも、先ほど入力で設定したメッセージ名と同じメッセージ名を設定します。このように、入力と出力が同一のメッセージ名を持つと、Bluetooth によって制御することができるようになります。この固有のメッセージ名が仮想ケーブルのようなイメージです。今度は、リビングのスイッチに接続しているフロックを設定していきます。こちらのフロックも、キッチンのフロックと同じモデルで、2つのスイッチと1つの照明に接続しています。設定内容も、キッチンのフロックと同様に、1つ目の入力に、任意のメッセージ名を設定します。ここでは、リビングとします。出力にも同じメッセージ名を設定します。これでまた新たに、先ほどとは別の Bluetooth の仮想ケーブルがつながりました。今度はさらに、リビングの下のスイッチと接続している、2つ目の入力を設定します。ここに、キッチンのフロックに設定した、キッチン照明を設定すると、キッチンのフロックとさらに仮想ケーブルがつながります。ここで、今までの設定内容をまとめて確認してみましょう。キッチンのフロックと、リビングのフロックのそれぞれの設定内容は、このようになっています。キッチンのフロックには、出力にキッチン照明、リビングのフロックにも、入力に同じキッチン照明というメッセージ名があります。このように、異なるフロックデバイスであっても、直接配線されていなくても、同じメッセージ名を設定していれば、固有の Bluetooth メッセージで、様々なデバイスを制御することができるようになります。ここでは、リビングの下のスイッチを押すと、キッチンの照明が点灯する、という設定内容でした。フロックブルーは、設定変更も容易です。現在、このように設定されています。キッチンのフロックの出力にキッチン照明、リビングのフロックの入力にもキッチン照明、と、同一のメッセージが設定されているので、直接配線されていませんが、リビングのスイッチから、キッチンの照明を制御することが可能です。ここで、リビングのスイッチから、ダイニングの奥の照明を制御する設定に変更したいと思います。リビングのスイッチに接続しているフロックのキッチン照明となっている部分をダイニング奥照明と変更します。ダイニング奥の照明に接続しているフロックはあらかじめダイニング奥照明というメッセージ名になっています。このようにリビングのフロックの設定を変えるだけで配線工事をすることなく簡単に運用内容を変更することができます。